いつもねで今日はほぼポーレンのジョーでフルメイクをしてみました。全部コフレに入ってたものなんですけど、全部じゃない、ファンデーション以外がそれサンプルだからなんですけど、ちょくちょく動画の中でもコフレの愚痴を言ったりしてるので、よかったら見てみてください。それで見たいかった話でする。でもはい見てみてください。あとメイクが終わってその後6時間か5時間後どうなってるか、これが全てどれぐらい持つのかっていうのもお見せするので、よかったら最後まで見てみてください。ほぼってことなので、タイトル通りポーレンのジョーの商品じゃないところはカットしてるってオフカメラでやってるんですけど、概要欄に全て貼ってあるので、気になった方は概要欄を見てみてください。はい、ではメイクどうぞ。モネは目からやっていく派なので、目からやりたいと思います。でも眉毛とはやってて、あと、アイホールにコンシーラーとパウダーでベースを作ってる状態です。まず、最初からねちょっとネガティブな感じになっちゃうんですけど、このアイシャドウクリスマスコフレに入ってたやつなんですけど、すごい可愛いんですよね、このやつでね。手に取ってこうやってやってサッとやってみると色が発色が悪い。じゃブラシでやってみようと。ブラシはもっと発色が悪い。あらおかしいなと。じゃあちょっと壊してやってみようと。でちょっとこうかけらを取ってそれを伸ばしてみたらいいかと思ったの。だからちょっと耳とかも折れてるんですけど、それでもムラになる。発色はちょっと良くないけどムラになる。で考えたんですよ、どうしようって。よく海外の方とかはこうよくピグメントとかグリッターをもっと発色させるためにこのようなメイクアップミストみたいな、例えばメイクアップフォーエバーの有名なんだったらメイクアップフォーエバーのミストとか、あとアーバンディケイのやつとかなんですけど、モネが今使ってるのはこのメイクカバー潤いミストで、これは化粧し終わった後にミストすることでメイクが長く持つってやつなんですけど、それをだいたいこうブラシにシュッてしたりしてピグメントを取ったりしてるんですね、海外の YouTube の方とか。だからそれをやってみようと思ってブラシにやってみたんですよ。そしたらブラシの方にくっついちゃって取れなかったんですね。で指にもやってみたんですよ。指の方についちゃってダメだったんですよ。じゃあもう目につけようと、これをだからこれをまず目にスプレーしてから、アイシャドウを使いたいと思います。で見てわかるように手でやった時もこれでシュッてやってからやったら、普通に指でやった時とかよりも全然発色がしてるので、それをやっていきたいと思います。まずはこの一番明るい色をアイホール全体にのせたいと思います。ほらスプレーしてもこれこっちやっててこっちやってないもう一回スプレーします。次は2番目に濃い色をクリースに入れたいと思います。これも手でやります。やっぱ結局手が一番発色する。これ普通のポーレンのジョーのもしアイシャドウ使ってる方はどうなんですかね。発色しますか？こんな感じではないですよね。ちょっと見えるけど、ただ発色したら色味は綺麗なんですよね。だからすごいもったいない。すごいだから発色させたすぎてこのままこうやって猫をこうやってやったりしてたんですけど、それだとちょっとそれが一番発色したんですけど確か。でも目が痛くなるっていうのでやめました。したら一番濃い色をもっとクリース狭い範囲に入れたいと思います。ほらこうやって撮ったら色は綺麗なんですよね。でも指しか発色してくれないっていう、ちょっとよくわかんない状況になってる。そしたらもう一回一番明るい色をここにのせたいと思います。ほら指だけだとほらすごい綺麗なんですよ。これがついてくれたらいいんだよ、そのまま。そしたらピンクみたいな色を真ん中にのせたいと思います。もう一回スプレーする。はい、こんな感じです。でも下はファンデーションとかやってからやるので、また後でやりたいと思います。で次は顔なんですけど、これはもうレビューをやってる Poole & Joe Moisturizing Foundation Primer S の、01番です。レビュー多分確か3つやって、
これが一番気に入りました。プライマー2つだけどこれが一番気に入って今は普通に日常でも使ってます。冬なので乾燥を防いでくれるのでいいです。あと少量で足りるのでコフレに入ってたのはこれぐらいのちっちゃいなんですよ。でもまだ全然なくなってなくてすごいいいです。ただもしまた買うのであれば多分02を買うと思います。あんまりトーンアップするのが好きじゃないので同じ色がいいんですよ。首と同じ色がいいのでちょっとこれだと明るすぎるから多分買うとしたら02番を買うと思います。でファンデーションもこれもレビューをやってるんですけどエクラタンジェルファンデーションの30です。この間やったのやつはもう乾いちゃってたので新しい試供品開けます。ファンデーション塗ってる間にじゃあコフレの話をしたいと思います。なんかいっぱい買うのもあれなので毎日化粧するわけじゃないのでだからなんか1個可愛いの買いたいなと思って見てたらポーレンドジョーのが見た目すごい可愛いじゃないですか。アドベンツカレンダーのやつでうちアドベンツカレンダーファミリーなんですよ。ママもアドベンツカレンダー好きで絶対お菓子のアドベンツカレンダーは毎年あったんですようち。ってぐらいアドベンツカレンダーが好きなのでしかもすごい可愛いじゃないですかあれ。見た目が可愛いからこれがいいなと思ってママからのクリスマスプレゼントをポーレンドジョンのコフレにしてもらったんですね。ですごい来た時ものすごい買って袋もすごい可愛かったんですよ。でもすごいもう早く開けたいってなってて24個扉があるんですよね。24個入ってるとは思わなかったんですけど扉開けてもなんか絵みたいな入ってない時は絵みたいなやつでそれも絵も可愛いんですけどなんかがっかりみたいな感じ。それはもちろん入ってないですよ。24個入ってて9000円だったらそんな良すぎるじゃないですか。だけどもしこの量で9000円だったら高いんですよ。ちっちゃいプライマーとチークリップとこのアイシャドウとリップのなんかクリームみたいなやつそれだけなんですよ。だから期待が大きすぎて箱がものすごい可愛いから期待しすぎてなんかって普通のコフレだったら入ってるものが分かっててもいいと思うんですよ別に。アドベンツカレンダーって何が出るかなっていうようなのがちょっと楽しい感じはあると思うんですよ。でもうウェブサイトに全部載っちゃってるのなのでだからそれプラスなんかあるのかなと思ってたんです。ウェブサイトに載ってるのプラスなんか入ってるのかなと思って24個扉もあるしでも違ったのでちょっと残念だったなって思います。でもそれはもうただのモネの偏見ですがモネの感覚なのでアドベンツカレンダーは知らない分かってないものが入っていてもなのであれなんですけどね勝手なあれなんですけどちょっとがっかりしたなって感じでした。クマもこれで隠せるかなやってみよう。ちょっとこうやってパフを折ってやってみよう。あいて目に入った。隠れた気がするちょっと。でもこのファンデーションこの間より全然気に入った。すごいナチュラルでいいかもです。クマも隠れたからコンシーラー使わなくて。じゃあチークを使いたいと思います。チークはこれもコフレに入ってたやつです。これはすっごい可愛い色です。これは手にスウォッチしてみてもすごい可愛いなって思うので2つと混ぜて使いたいと思います。でもすごいナチュラルなあれでいいです。これはいい。これはすごいいい。なんかすごいナチュラルになってすごい本当に下からニョって感じ。パウダーなのに程よいツヤ感が出る感じ。これはいい。これは結構使うかもしれない。これはいいわ。はい、じゃあ目に戻りますか。問題の目は下ここの涙袋とかを入れたいと思うんですけどこのまた一番明るい色を黒目を割るところ辺までのせたいと思います。またスプレーをしますね。ものすごいなーってやったらまだ発色しますね。じゃあ次は一番濃い色をこの余った部分にのせたいと思います。ポーレンドジョーはパッケージが可愛いですよね。っていうのもだからアドベンツカレンダーも可愛い。
それはすごい可愛いと思います。あと独創的なんで独特ですよね。猫のリップとかだから買いたいなとは思うんですけど、なんだろう、このがっかり感伝わるかなんだろうな、なんかがっかりしちゃったんですね。であとどんどん覚えてきちゃうんですよ。だからこれぐらいの窓だと絶対何も入ってないんですね。だから明日と明後日はもう絵かって思っちゃうんですよ。だからなんか義務的に開けてるみたいな。じゃあマスカラをしてリップに行きたいと思います。リップはこれはでもコフレ限定の色みたいです。これやっぱこうやってさ、柄とかはすごい可愛いんですよ。ケースも。はい、メイク完成です。で最初にも言ったように、1日どれくらい全て持つかを見てみたいので、今が12時53分なので6時ぐらいにまた会いたいと思います。はい、今ちょうど6時1分なのでチェックインしたいと思います。ちょっと今後ろブラシ洗って乾かしてるので、ちょっとそこは無視しといてください。でやっぱり最初ファンデーションはこの間よりも気に入ったんですけど、やっぱりモネの肌には合わないのか、カメラで見えるかな、すごい浮いちゃうんですね。こことかおでこが一番広い、見えるかな、どうやってやったら見えるか、こうやってやったら見えるかな、鼻のとこ、ほら見える、ほらこれファンデーションムラほらすごくない？これってみんななんのかな。いろんなとこムラになってなんか浮いてる感じです。でもびっくりすることにアイシャドウは何一つ取れてないです。大変だっただけがあって全然取れてない。だから大変なのを抜けば意外となんか長持ちします。チークも取れてないですね。これねすごいな。でリップはさすがに塗り直してないんですよ。塗り直してないでねあれしてるんですけど、汚く取れないからです。なんか周りだけ残ったり、結構マットなとかって周りだけ残ったりして絶対なんかリップ落ちてるじゃんみたいな感じでなっちゃうんですけど、これはあんま塗り直さなくてもなんか綺麗に取れてくれるからいいと思います。はい、こんな感じでほぼポーレーナ上でメイクしてチェックインまでしてみたんですけど、結果的には一番大変だったアイシャドウが意外ともっと良かったって感じですね。I hope you guys enjoy this video and I'll see you guys in my next video. Bye!